アメリカの独立記念日7月4日以来5ヶ月ぶり、太平洋艦隊すべての戦艦8隻が真珠湾に入港し、オアフ島はさまざまな催しで週末のにぎわいを見せていた。夫人を伴ったパーティーを楽しみ、帰りの車中にあった太平洋艦隊司令長官ハズバンド・キンメル大将は、自分の指揮下の軍艦が整然と並ぶ真珠湾の夜景を眺めながら、なんとも美しいと夫人に語りかけ、格好の目標になりそうだとつぶやいた。駆逐艦ワードは領海内に侵入した国籍不明潜水艦を発見、砲撃で撃沈。三識別潜水艦の撃沈を太平洋艦隊司令部に報告した。その直後、カタリナ哨戒機が湾口沖約2キロに別の潜水艦を発見。爆雷での撃沈を司令部に報告した。司令部では、ワードと哨戒機の報告について話し合ったが、ここ最近の誤認情報やクジラへの攻撃頻発が影響し、議論は空転、結論を出せず、陸軍への連絡もしなかった。米国船籍との接触を避けるため、北方ルートを取り、大本営からの日米交渉妥結、奇襲中止の伝聞に細心の注意を払いながら、ハワイ近海に至った南雲機動部隊は、午前1時30分、第1波空中攻撃隊183機を発進。日本空母は第1波発艦後、直ちに第2波攻撃隊の準備に取り掛かった。午前2時、6カ所あるハワイの移動式レーダーの1機、オアフ島北端のレーダー監視員は、北方130キロの距離に50機を超える大編隊を確認。急ぎ、情報統括管制官に電話を入れた。管制室では、日曜と勤務交代の時間が重なり、対応できたのは、管制システム訓練中のパイロット管制官1人だけだった。管制官は問題の機影を到着予定の友軍機、または自国空母の艦載機と判断。気にするなと対応した。レーダー監視員はその後も監視を続けたが、約35キロに迫った機影は、丘陵の影に入り、レーダースクリーンから消えた。午前3時5分、日本航空隊は雲の切れ間からオアフ島を確認。3時10分、突撃準備隊形作れの信号弾が発射された。3時19分、第1波空中攻撃隊は真珠湾上空に到達。攻撃隊総指揮官、淵田総隊長は上記97式艦上攻撃機から各機に全軍突撃を命令した。午前3時22分、淵田総隊長は機関赤城に、我、奇襲に成功せりの暗号、トラトラトラを打電。赤城の南雲司令長官と日下参謀長は手を取り合って涙した。トラトラトラは赤城を中継するまでもなく海を越え、広島湾の連合艦隊機関、戦艦長門や東京の大本営に直接届いた。3時25分、急降下爆撃機体250キロ爆弾の敵飛行場着弾で真珠湾攻撃が始まった。日系人の破壊工作を警戒していたオアフ島各航空基地は、航空機の集中中期で警備を効率化、万一に備えていた。坂本彰大尉率いる随核攻撃隊は、180機が密集するフォード島ホイラ飛行場を攻撃。
投下する爆弾は次々命中し、引火した燃料が周囲を巻き込み、損害を拡大させていった。敵戦闘機の離陸困難を確認した制空隊指揮官板谷茂少佐は、制空隊43機に攻撃参加を命令。ゼロ戦の機銃は地上の88機を瞬く間に撃破。米陸軍航空隊主力 P40 戦闘機87機を中心としたオアフ島防衛の要ホイラー飛行場を無力化させた。ホイラー飛行場攻撃開始とほぼ同時刻、爆撃機の主力基地ヒッカム陸軍飛行場を攻撃した小核爆撃隊は34機を撃破、182名を戦死など損害を与え、ヒッカム飛行場を壊滅させた。急降下爆撃隊の攻撃開始から2分。次々立ち上る爆煙を確認した淵田総隊長は、爆煙で目標視認が難しくなる前に、800キロ鉄鋼弾を搭載した水平爆撃隊と、水深の浅い真珠湾用に改良した魚雷を搭載した雷撃隊に、7隻の戦艦が係留されている戦艦白地への攻撃を命じた。水平爆撃隊はフォード島の東、戦艦通りと呼ばれる白地に、縦2列で停泊した敵艦に高度3000、単重陣で攻撃を開始した。えりすぐり島上の共同機が投下する爆弾の精度は高く、後続は共同機に倣って爆撃を行い、戦艦上空を通過していった。3時30分、初弾が戦艦ウェストバージニアに命中。時間差で横に並ぶ戦艦テネシーの2番砲塔付近に着弾した爆弾の破片は、ウェストバージニア艦橋で指揮を執る艦長ベニオン大佐を右舷機銃座まで吹き飛ばした。駆けつけた水兵は、艦長の腹部に致命傷を確認すると、麻酔薬で眠らせ、苦痛を和らげようとした。しかし、艦長は薬を拒否。水兵に艦の状況を正した。水兵は、艦は反撃していると偽りの報告で安心させると、艦長を艦橋まで運び、傾きつつある艦のダメージコントロールに急いだ。日本攻撃隊はウエストバージニアを転覆直前まで追い詰めたが、米軍は傾斜の復旧に成功。そのままの状態で着底した。艦長ベニオン大佐は艦橋で最後を迎え、戦後名誉勲章が贈られた。3時30分、戦艦ネバダ軍楽隊は朝の日課、軍艦機掲揚に合わせ国歌の演奏を始めた。直後、日本機の白地攻撃が始まり、頭上を日本攻撃隊が飛び交い、爆音と怒号が響く中、軍楽隊は演奏を終えるまで甲板を動かなかった。3時40分、雷撃隊の魚雷がネバダに命中。後続雷撃機は2本目を命中させたが、投下直後、敵の機銃に撃墜された。2本の雷撃でネバダは浸水、ダメージコントロールが始まった。3時30分過ぎ、米軍は白地攻撃始まってようやく戦闘配置を発令。砲艦サクラメントでは水兵が慌てて戦闘配置についたものの、対空砲の上部、甲板に張られた天幕が砲撃を妨げていた。天幕撤去に手間取る水兵の姿に苛立ったコックが、包丁で天幕を切り落としたことで、やっと反撃態勢が整った。駆逐艦ヘルムでは弾薬庫の鍵が開かずにいたが、聞きつけた艦長は、叩き壊せと急変に対応していた。一方、フォード島兵站基地では、平時の形式にこだわった士官が、
書類の不備を理由に弾薬の引き渡しを拒否。断られた兵士は憤慨し、日本機にレンチを振り回していた。戦艦白地では主力戦艦部隊が次々被弾していた。魚雷4本が命中したオクラホマは艦が傾斜を始め、海水が流入。450キロある戦艦の手砲弾が弾薬庫内を転げ回った。パニックを起こした水兵は我先に艦から脱出しようとはしごに群がった。見かねた士官は外は危険だ、戦艦は転覆することはないと言い聞かせたが、最初の魚雷命中から15分、オクラホマは転覆した。オクラホマを脱出した水兵は、オクラホマが壁となり、魚雷攻撃を受けなかった内側に停泊中の戦艦メリーランドに乗り移り、対空射撃に加わった。水兵爆撃隊はメリーランドを攻撃、命中弾を着弾させたが、損害を拡大することはできなかった。戦艦アリゾナには加賀飛行隊が襲いかかっていた。97式艦砲が投下した800キロ鉄鋼爆弾は4番砲塔側面に命中。3時36分。続けて命中した爆弾は2番砲塔横の甲板を貫き、全部火薬庫が誘爆。高さ150メートルのキノコ雲が立ち上り、激しい衝撃は飛行中の淵田総隊長機を大きく揺さぶり、アリゾナと並んで停泊していた工作艦ベスタル艦長カッシンヤング中佐を海中に吹き飛ばした。傾き始めたアリゾナの巻き添えになりつつあるベスタルに気づいたヤング中佐は、重油の海を泳いで艦に戻り、錨綱を切断、巻き添えを防いだ。戦艦カリフォルニアは翌日の査察に備え、艦の塗装を終え、すべてのハッチを開いて換気をしていた。雷撃隊はそのカリフォルニア左舷に魚雷2本を命中させた。雷撃の浸水は瞬く間に艦内に広がり、カリフォルニアは左に傾斜。右への注水で修復を試みたが、間もなく海水が重油タンクに流入。電源を喪失。続く水兵爆撃隊2発の着弾が対空砲弾を誘爆させ、カリフォルニアの損害を拡大させた。大きな被害を出したウェストバージニア内側には戦艦テネシーが停泊していた。攻撃隊はテネシーにも爆弾2発を命中させたが、大きな損害とはならなかった。メリーランドとカリフォルニアの間、ガソリン桟橋には航空燃料を満載した補給艦ネオショーが停泊していた。被弾させれば周囲を巻き込んだ大損害を期待できたが、雷撃隊が投下した数本の魚雷はすべてネオショーから外れてしまった。フォード島を挟んだ戦艦白地の反対側には標的艦ユタが停泊していた。宗龍雷撃隊1個中隊5機は爆撃訓練用の板で覆われた甲板を空母と5人、魚雷2発を命中させた。ユタはゆっくり傾斜を始め、やがて横転した。攻撃隊はフォード島の南、海軍工廠の埠頭に係留された軽巡洋艦ヘレナを大破。ヘレナ隣の機雷敷設艦オグララを転覆させた。この日、ホノルル港に停泊していたオランダ貨客船ヤーヘルス・フォンテインは日本軍機に搭載対空砲を発砲。太平洋戦線で最初に参戦した友軍となった。着底や転覆した米艦から流れ出た重油は燃え広がり、立ち上る濃い黒煙が白地を包み込んだ頃、
第1波攻撃隊はオアフ島上空を後にした。The capital of the United States, December 8, 1941. Today, the Congress of the United States convenes in a solemn joint session. A session that will hear the President of the United States deliver his message that will ask for